どうもリュウグです。今回はこの Chrome から出たアクセルシリーズからアクセルブリーフパック LG をレビューしていきたいと思います。3年ぐらい前の僕がまだ顔を出して発信してない頃からこの Chrome っていうブランドは結構使っていて、iPad を持ち歩けるカデットっていうスリングバッグであったり、サモナっていうセンタージップでトラベル用途にも使えるバックパックみたいなのを結構好きで使っていました。そんな Chrome から今回新作が出るよってことで製品を全部送ってもらったんですが、かなり面白い製品が多いなと思って、一番モリモリのねこのブリーフパック LG っていうのを今回はレビューするんですけど、正直ちょっと全部使ってみたいなって思うぐらいかなり面白い機能が盛りだくさんでした。ここ数日使ってみて良かったところと気になったところそれぞれ語っていきたいんですが、デザインとか見た目の好みはあるにせよかなり多くの人におすすめできるバックパックだなって感じたので、実際にどこが使いやすかったか、逆にこういう人には向かないみたいなところを話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまず最初にこのブリーフパック LG について簡単におさらいしていきます。Chrome のアクセルコレクションから登場した拡張可能なバックパックアクセルブリーフパック LG は容量が18リットルから36リットルでシーンに応じて容量を調節できます。メイン素材には耐久性に優れた1680デニールのリサイクルバリスティックナイロンを使用し、自社開発のシリコンコーティングポリエステルなど高い摩耗性と耐候性を実現しています。用途は出張を含めた通勤から普段使いまで、 PC 収納やクラムシェルオープンの衣類スペース、防水のボトルポケット、ビジネスバッグとしてはもちろん普段使いから旅行カバンとしてまで活躍する機能性に優れた幅広い用途で使えるバックパックになっています。それではここからアクセルブリーフパック LG の良かった点について話していきます。まず1つ目の良かった点は外ポケットがとにかく使いやすいという点です。このバッグには上部に1つ、下部に1つ、表面のコンパートメントが上下に分かれています。上の部分は大きく開くとこんな感じになっていて、ポケット全体がこんな感じでフリースっぽい感じの素材で覆われていて、その中にメッシュの小分けポケットが2つあるっていう感じです。このポケット自体にクッション性はないんですが、中の素材がかなり柔らかいのと表面の生地もバリスティックナイロンで覆われているので、よく使う小物、スマートフォンだったりバッテリーなんかの精密な機械であってもボンボンここに入れられてしまいます。あとこんな感じでマチもかなりあるので、こういった大きめのヘッドホンであっても余裕で収納できてしまいます。下のポケットにはさらに多くのポケットが備わっていて、こっちはフリースではなく普通の裏地素材ではあるんですが、小物ポケットとペンスロットが2つずつ完備されています。上よりも下の方が少し広めのスペースになっているので、展開した状態のヘッドホンであってもすっぽり収納できてしまいます。さらにこの表面部分は隠しポケットになっているので、鍵やパスケースなどさっと取り出したいものをここに収納しておくことができます。上下ともセミオートロックの YKK ファスナーが採用しているので、このプルをちゃんと倒しておけば引っ張って開いてしまうということはありません。僕は普段こういうイヤホンだったり財布なんか結構細々しているので、このポケットにバンバンこうやって小物を入れられるのはすごく便利でしたし、こういうサングラスケースみたいなものもパッて入れておくことでさっと取り出すことができるので、普段小物が多い人にとってはこのポケットはかなり活躍するんじゃないかなって感じました。次の良かった点がボトルポケットがあるっていう点です。これ僕最初使っていて気づかなかったんですが、ボトルポケット欲しいなと思って触っていたら、ここになんとこんな感じで展開するボトルポケットが隠されているんですよね。このパッと見のスクエアスタイルでは全くボトルポケットがあるようには見えなくて、これより1個サイズが下のモデルにはここにボトルポケットがあるなっていう風に分かるような設計になってるんですが、このアクセルブリーフパック LG の場合はなんか全体のディティールの一部にすごい収まりがよく収納されていて、こんな狭いスペースなのに展開するとめちゃめちゃ大きなポケットになるんですよね。こういう横持ちスタイルでも使えるようなスクエア系のビジネスバッグってこういうボトルポケットがちょっと省略されていて使いづらかったり、ボトルポケットがあってもこう内側に入り込んでしまうような仕様のものが多いので、急な雨でこう濡れた折りたたみ傘なんかを収納しておいても安心して乾かしておけるなって感じました。改めて見てもやっぱりこの収納機構はめちゃめちゃ秀逸だなって感じます。
外側ボトルポケット結構好み分かれる部分だと思うんですが、その理由としては外側にせり出してしまったりとか、あとは使ってない時の見た目が結構気になるっていう人が多いんじゃないかなって思います。僕最初気づかなかったぐらいなので、このボトルポケットの構造かなり見た目的にもいいと思いますし、普段はねボトルは中に収納してしまうけど、荷物が多い時だけ外側に入れたいみたいな、そういう使い方もできるので、かなりいろんなシチュエーションでこのポケットは効いてくるんじゃないかなって感じます。次の良かったのがこのフィドロック式の防水ポケットです。これかなり珍しいですよね。僕もバックパックで使われてるの初めて見たんですが、こんな感じでベルクロで剥がせるようになっていて、これ単体がこういう感じの5つ目のジップロックみたいな感じの袋になっていて、この中が防水仕様になっているので、例えばこの中にスマートフォンだったり電子機器なんかを入れておくことで雨なんかから完全に守ることができたり、逆にここに水気のものを入れておくことでカバンの中で水が漏れてしまうという心配がなくなったりします。後者の使い方はもしかしたらあんま推奨されてないかもしれないんですけど、このバックパック自体の撥水性がかなり高いので、ここに入れておくほどでもないなっていう風に感じました。ただ僕の使い方ですごくいいなって思ったのが、こういうねオートクロージャーがついたようなちょっと長めの折りたたみ傘であってもこんな感じですっぽり入ってしまうんですよね。この外側にボトルポケットがあるのでここに挿しておけばいいじゃんって思うかもしれませんが、ちょっと人との距離が近い電車内であったり車の中みたいな濡れた傘をポンって置いとくのが少し気が引けるようなシチュエーションでは、こういう緊急時の退避場所として防水ポケットがあるっていうのはすごく面白いなって感じました。構造的にはここがマグネットでくっついて、さらにこれがこんな感じで折れ曲がる仕様になっているので、この構造によって水気を完全に密閉してるっていう感じです。あとこれ使わないよっていう人は、取っておいてしまえばここのスペースも節約できますし、これが完全にここから取れることで使った後にこれを干しておく時なんかにこのバックパックそのものをどこかに吊るして干しておくみたいな必要がないので、運用的にも素晴らしいなって感じます。ただちょっと難点を言うと、このね口がほっとくと閉じてしまうんですよ。なので干す時はなんかここにこんな感じで挟んで強制的に開けておくみたいな干し方をしないと、気がついたらこんな感じで閉じて完全にロックしてしまうので、僕がさっき言ったみたいな水気のものをこの中に入れて使うみたいなことをするとちょっと乾かすのに苦労するかもしれません。あとこれ完全防水なので、こんな感じで空気が入るともう逃げていかないんですよね。なので使わない時こういう状態になっていると、カバンの中で空気が容量を圧迫してしまうので、閉める前に完全に空気を抜いてから閉めるか、ほぼほぼ使わないよっていう人は取っておくのがいいんじゃないかなって思います。次の良かった点がこの拡張スペースが完全に独立しているという点です。この手の拡張バックパックでよくありがちな構造が、このメインスペースの容量が増えるという仕様が多いんですが、このバックパックの場合はここのメイン収納のスペースはそのまんまで、拡張すると新たにここにファスナーが出現するという仕様になっています。なのでこの拡張ファスナーを展開するとこんな感じでスーツケースみたいに使える新たなスペースが展開する構造になっていて、この中はこんな感じでメッシュのディバイダーがついたすごくシンプルな構造になっているので、出張時にだけこのスペースを展開してこんな感じで衣類を収納しておくみたいな使い方ができます。この構造のいいところは、メインスペースの容量が拡張するのではなく、新たに衣類コンパートメントが出現するっていう構造なので、こっちの普段使ってるスペースに入ってる荷物を新たに整理したりとか、荷物の入れ方を変更したりみたいな必要が一切なく、必要な時に必要な分の容量が拡張できるというのがすごくいいなって思いました。あとこういうファスナーで一周回すタイプの拡張機能って実際あることはあるんですが、なんだかんだ使わずにずっといてしまうみたいなことが結構多いなっていう印象です。ただこのバックパックの場合は拡張した部分にこのファスナーがあるので、拡張機能を使う理由がちゃんとあるんですよね。結構こういう 2way で出張と通勤両方使えるみたいなバックパックは多く見てきたんですが、一番ユーザーの解像度が高いなっていう風に感じました。
あと結構トップハンドルがねこっちとこっちにあったりとか、ブリーフケースのハンドルもこっちについていて、ラゲージパススルーもこっち向きなんで、このハーネスを収納できてブリーフケーススタイルも様になったりとか、なんかすごい当たり前のように実装されている部分もすごくいいなって思います。ここまでがこのアクセルブリーフパック LG を使っていて良かったなって思った点でした。ここからは実際使っていて少し気になるなって思った点について話していきます。まず1つ目の気になった点は、このバックパックの唯一決定的に惜しい部分なんですが、この PC コンパートメントが少しタイトであるっていう点です。スペック上は16インチの MacBook Pro であっても対応しているとは書いてあるんですが、実際にここに入れてみるとかなりギリギリというか、スペース自体はあるにせよ中のポケットだったりここのマチの部分がかなり狭いので、出し入れはかなりしづらいなって感じました。これはね、全く入らないとかファスナーに干渉してしまうみたいなそういうことはないので、サポートしているって言っても差し支えはないんですが、この PC ルームの中に一つ仕切りがあって、この仕切りが結構邪魔をします。雑に入れるとこんな感じでこの仕切りの部分に引っかかってしまって、かなり両手を使ってそーっと入れるみたいな運用をする必要があります。ここに仕切りがあることでこちら側に書類を入れたりと整理整頓はしやすくなるんですが、 PC ルーム自体が結構上の部分のほんのこのくらいだけしか開かない仕様になっているので、このフロントポケットとかにもねこういう縦長の書類スペースみたいなのありますし、この口の広さにするんであればこの仕切りはなくてもよかったんじゃないかなって感じました。ただこれは正直13インチとかの PC を使ってる人にとっては全く気にならない部分ではあるので、こういう大きめのラップトップを使っている人に関しては少し注意した方がいいかなって感じます。次に気になったのがこのメインスペースの容量です。ここの拡張スペース自体はかなり広くて、容量的にもすごく拡大はするんですが、逆に言うとこのメインスペースの容量が少し物足りないなって感じました。持ち物が少なかったり小型化されている現代であれば、実用的には問題ないとは思うんですが、このバックパック見た目がかなり大きいので、この容量というかサイズ感で見た時に思ったよりものが入らないなっていうふうに感じました。もちろんこの普段から拡張スペースを使うよっていう人にとっては全く気にならないと思いますし、このフロントのポケットがかなり充実しているので、僕自身が物あんま入らないな足りないなって感じたことは全くないんですが、見た目の割にここのスペースのマチが狭いっていうのは人によっては気になるかなっていう風に感じます。特に大きめのガジェットポーチなんかを何個も収納する人にとってはちょっとここのメインスペースは物足りないんじゃないかなって感じました。次に気になったのがこの背面のエアメッシュです。これは正直よく使われている素材ではあるので人によっては全く気にならないかもしれないですが、結構粗めのエアメッシュというか、いわゆる一般的なエアメッシュが使われていて、なぜこれが気になるかというと、ビジネスシーンですごく活躍しそうなバックパックだなって感じるからです。要はスーツ姿でこのバックパックを背負うっていうのを想定した時に、ジャケットとか結構傷みやすいんじゃないかなって感じます。カバン自体かなり大きいですし、容量もかなり入るので、重い荷物を入れるって想定した時に、このスーツの肩の部分とか背中の部分にすごく摩擦が生じる可能性があります。その時にここのメッシュ素材、背面パッドだったりこのショルダーハーネスがもうちょっとつるっとした素材だと、スーツのジャケットだったりを傷つけずに背負うことができるので、ここはもう少し気遣いがあるといいなっていうふうに感じました。逆に言うとかなりカジュアルなファッションで仕事をしている人だったり、そういうフォーマルで使う時はこっちのブリーフケーススタイルで使うよっていう人にとってはあまり気にならない点かもしれないので、スーツスタイルでずっとバックパックモードで使いたいよっていう人はここのエアメッシュの擦れやすさのとこだけちょっと注意した方がいいかなって思います。以上がこのバックパックの少し気になるなって思った点でした。全体的にはさすがクロームだなって思いました。僕は昔から感じてるんですけど、クロームのバックパックってこのバックパック1個さえあればどこにだって行けるとか何だってできるみたいな、そんな気分にさせてくれるすごくロマンと機能性のバランスが上手なんですよね。以前持っていたサモナーバックパックもバックパックとしてはかなり特殊な形をしていてゴテゴテはしてるんですが、どこかこのバックパックさえあれば出張だったり旅行、普段使い全て行けてしまうみたいな、
逆にこのバックパック1個でいろんなところに行きたいみたいな、そういうテンションにさせてくれる製品なので、今回そのノリをこのビジネスバックパックに落とし込んできたっていうのがすごく面白いなって感じました。見た目的にも機能的にも実用的で、さらにこういうちょっとしたロマン要素をうまい具合に組み込んでくるこのクロームのデザイン哲学は、こういった高機能ビジネスバッグやテックパックと呼ばれる市場を間違いなく下支えしてるなっていう風に感じます。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューであったり、日々に役立つ情報を発信しています。YouTube メンバーシップでは僕の開発しているノーマンズギアっていうブランドの製品の進捗情報であったり、僕が使ったカバンの次のオーナーを探すセカンドオーナー製なんかを特典として用意しています。気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。X、TikTok、Instagram、ポッドキャストも配信しています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録、ベルマークの通知登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。